ドレスキャンプっていうところのそれこそ1回目はいつもやっているショー会場、ビルの中の客入れの時間って皆さんを着席させるためのショーが始まる前の時間を使って勝手に台を置いて、そこに用意したモデル、私たちがハプニングが用意したモデルを立たせてショーをさせてもらうっていうことをさせてもらったんですね。その時のドレスキャンプのデザイナーの方がすごい協力的で許可は下りたんですけど、JFW っていうそのショーを仕切ってる一応ファッション業界的のトップみたいなショーのところが出禁だって言われて別に許可取ってたんですけどね。なぜこういうハプニング的なこういうアクションが嫌いな大人が多いんだっていうのをそこで初めて、チームで動いているので基本的にハプニングってデザイナーがいてクリエイターがいてヘアメイクもいたりカメラマンもいたり、これ全部もうボランティアなんですね。でこれを行うことはみんながイエスって言ってくれないと動けないので、みんなでよしって車を押して出すみたいな感じなんですけど、楽しいですね。ストリートにファッションを持ち出すことについてちょっとお話しします。はい、14年か15年ぐらいにハプニングっていうのをみんなで立ち上げて、でなんて言うんでしょうね、シェアパフォーマンス集団って誰かにつけてもらったんですけど、そういう活動を始めました。70年代に草間さんとか赤瀬川源平さんっていう日本のアーティストがいらっしゃるんですけど、その人たちがハプニングっていう名前で出没鬼人的なアートアクションを起こすんですよね。でその時が身体を使ってこれのアクションがアートであるっていう表現をするんですけど、そのをちょっと尊敬して名前を付けさせていただいて、内容としてはもちろんファッションで表現するので多少は違っているのか、いやでもちょっと尊敬してるからちょっと近いと思うんですけど、今までファッションの東京だとファッションショーとかって固定概念の中で一つのスペースの中でやることが求められてきて、でそれ以外って誰も考えていないのかも、もしかしてと思って、そういうこともアプローチの一つっていうか、みんな別に同じことを考えなくてもういいんじゃないかということもちょっとメッセージでありましたね。1回目はドレスキャンプっていうところのそれこそ1回目はショーいつもやっているショー会場、ビルの中の客入れの時間って皆さんを着席させるためのショーが始まる前の時間を使って勝手に台を置いて、そこに用意したモデル、私たちがハプニングが用意したモデルを立たせてショーをさせてもらうっていうことをさせてもらったんですね。で無駄な客入れの時の時間を使用させてくださいって言って、それが第1回目です。その時のドレスキャンプのデザイナーの方がすごい協力的で許可は下りたんですけど、JFW っていうそのショーを仕切ってる一応ファッション業界的のトップみたいなショーのところが出禁だって言われて別に許可取ってたんですけどね。なぜこういうハプニング的なこういうアクションが嫌いな大人が多いんだっていうのをそこで初めて知りましたね。いいですよね。個人的にはそう思った言っていただきたいです。JFW が出禁にしたって言っていただきたいです。次は確かあれです。
選挙カーです。選挙カー。はい。透明な選挙カーに乗せて外交するっていうのをしたくって、でラフォーレだったかな。選挙カーかな。選挙カーだったけど、その後に表参道を歩いて、でその後に銀座線をやって、でその後に渋谷のセンター街。センター街も割とこれ全部許可取ってるんですけど大丈夫でしたよ。あとセンター街商店街っていうのがあって、そこにちゃんとお願いしますって言うと大丈夫です。チームで動いているので、基本的にハプニングってデザイナーがいてクリエイターがいてヘアメイクもいたりカメラマンもいたり、これ全部もうボランティアなんですね。でこれを行うことはみんながイエスって言ってくれないと動けないので、みんなでこうよしってこう車を押して出すみたいな感じなんですけど、楽しいですね。で本当になんか面白い大人の遊びをしてるみたいな感じになってくるんですよね。でもファッションの原型ってなんかそういうことにあるんじゃないかなっていつも思ってて、なのでできる限りやりたいねと思ったんですけど、もう本当に時間を使わせてるんで、行うためにお金も払わないで、なので全員がハッピーでならなきゃいけないっていうのがあって、全員が OK っていう一個ずつ全部なんですけど OK って言ってくれないと OK にならないっていう。いやきっとみんな何だろうと思うと思うんですけど、割と服をちゃんと派手にしてほしいってデザイナーに言って作ってもらうんですね。ショーピースを作ってほしいって。でショーピース、日常から離れたものを作ってほしいっていうオーダーなんですけど、非日常的なことが日常に起こってるっていう印象を街の中でつけたかったんですよね。そうするとそのただ歩いてる人たちの日常がって変わるっていう瞬間を見るのはすごい楽しかったですね。はみ出しちゃえって言いたかったんだと思う。みんなはみ出したっていいし、こういうことが起こりうるっていうことが街を歩いてたらあるんだっていう瞬間とかもとてもいいことなんじゃないかなと。昔よく JR とかを使って学生たちがショーやったりとかしてたんですね。それは許可取らないでただ乗ってるだけで、何時にこの電車に乗ってみたいなのもあったし、みんなやっぱりそういうふうに自分の表現の方法までもう考えてたと思うんですね。ショーも考えてると思うんですけど、ただ中じゃなくていろんな場所で何でもできるみたいなことの一つにね、そのカラーさんも与えたと思うので、いいことだなと、楽しそうだなと思ってました。今ショーコロナ前までやってたのでちっちゃいやつもやってたんですね。すごい良かったですよ、ちっちゃいやつでも。そこは場所をもう借りて外に出ていくのをちょっと大きいのをもうやめようみたいな、ちょっと疲れちゃったねみたいな。で展示会場、ハプニングの展示会場の1日目はショーをしましょうかって言ってアンダー10とかやって、アンダー10って10歳の子供にディレクションしてもらうっていう、すごいよかったの。もう泣いちゃったですね。どうみたいな。いい部屋どこ？お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しは検索より相談だ。エイブル展示会場、ハプニングの展示会場の1日目はショーをしましょうかって言ってアンダー10とかやって、アンダー10って10歳の子供にディレクションしてもらうっていう、すごいよかったの。もう泣いちゃったですね。どうみたいな。音も10歳の子供がやって、メイクも10歳の子供がやって、スタイリングは私がちょっとやってるんですけど、最後のファイナルに体中にメイキャップもしてもらうんですね。すごい良かった。で振り付けも子供がやって、映像も子供が撮って、でそこに
葵ちゃん山田葵ちゃんも踊りに来てくれて感動。なんて素敵なんだろうと思ってすごい感動しちゃった。なんか良かったです。僕たちよりすごいと思っちゃったんですよね。アンダー10アンダー10めっちゃやばーと思って、本当に解放されてるじゃないですか。それ何でもやっていいよって言うとどこまでもいけちゃうから、それをほったらかしにしておいたんですよね。そしたらあんなにできるなんて本当にすごいと思って素晴らしかったです。ストリートでファッションをやる醍醐味は、日常的な道端に非日常がこう忍び込んで、人々がちょっとえっと思うような瞬間を作れるところがいいとこだと思います。